海賊と勘違いされてる剣持ってんのとか言われる。今は持ってねえよって答えて、 GQ ジャパンどうもライズザボーンズジェシーです。今日は俺のタトゥーのストーリー紹介します。 Enjoy。 ファーストタトゥーは肩の JSM ジェシー・ソラト・マックファーデン。10代の頃ゲーセンで出会ったイケてるお兄ちゃんがいて、なんでかわかんないけどタトゥー彫るのみたいな話になって、彫るよ、じゃあ彫ってよって言って彼の家行って、でガレージがもうなんか絵描きの人でオールドイングリッシュ選んでこう紙でバンバンバンっつって、でサランラップ巻いて家帰って、うちの父親もミュージシャンなんだけどタトゥーのことに関してはものすごく反対してて、で内緒で入れて帰って入れたぜっつったらもうめちゃんこ怒られて、きっと2発ぐらい殴られたからでおふくろに泣かれて、けどまあ「It's my initial」俺のイニシャルでもう一生変わらないもんだからさっつって見てよっつってサランラップ取ってもう自慢げに買って鏡の前で見せてたら、母ちゃんが「What's FSW?」って言われて、FSW っつってパッて見たら JSM じゃなく FSW って間違って入れられててやべえ間違えたと思って、そのまんま親父の車で連れてかれてた方のママまで「お前息子のファーストタトゥー間違えてんじゃねえよ」って「今直します」っつって無理やり直したのが俺のファーストタトゥーです。バンドを始めた時にこうレッチリをめちゃくちゃ聴いてて、ボーカルのアンソニーがかっけえな、こういう人になりたいなって思って、で彼の後ろにこう鳥がバーンっているんだけど、やっぱ鳥を背負うことででかく本当に羽ばたくっていう風に見えて鳥を入れたいっていうのが最初で、こっちとこっちのトライバルがあるんだけど、ここが鳥の顔になってて、この背中に一面に鳥がいるんですよね、このトライバルの。これが俺の最初のだからその刺激をアンソニーから受けた。で LA のサンセットストリップタトゥーっていうそのもう有名なタトゥースタジオがあって、でガンズのスラッシュとかもそこです彫ってたりとか、トミー・リーとかもそこで彫ってたりとか、まあ、全部その縁があってウエストコーストコーチューにスッて入ってった感じですかね。この逆トライバルかな、こっちとは逆の抜きをトライバルを抜きで出して、でこれもカートゥーンのフリーハンドで、入れてもらいましたね。掘らしてくれっつって、俺はもうジャパニーズフェーマスバンドマンだって自分から言って、日本では俺はジブラしか掘らねえって言われて、でなんでっつったらジブラが一番かっけえんだろ日本でっつって、いやジブラもかっけえけど俺やべえからっつってもう事務所まで戻って、もうその時のもう映像とか音源とかも T シャツとか物販とかも全部用意して持ってって、もう見ろと、もう俺がやべえの分かるからっつって、で25万バンってキャッシュで払って、とにかくここをフリーハンドでいいから埋めてくれっつって、で2回ぐらい断られたんだけどずっと言って「分かったよ」みたいな「分かって掘るよ」みたいなで掘ってくれたっすね。25万って安いっすよ。安い。当時で腕1本しかだからここのパーツでやんないって言われて、でここで100万だから、もうだから 100万払わないとやらないっていう。今はもっとかな、もう 2,3 本いくんじゃないのかな、腕1本で。これ俺の名字なんだけど、そのコットンマウスキングスとツアーを回ってる時期が2003年か、もうアメリカ横断ツアーがあって、オープニングのオープニングのオープニングみたいな、めちゃくちゃクソみたいな扱いで、もうほんとグラス飛んでくるわ、早く帰れだな、ジャンプゴーホームだな、もうめちゃくちゃ言われたツアーだったんだけど、スターダムを日本ではここまで行ったところで前座の前座の前座をやらされて、コットンマウスがライブしてる時に俺外にいたら、この街に来た有名なやつら全員掘ってると、でも俺は無名だみたいな、でお前は日本からの有名なバンドのやつなんだろうとか言って、俺に掘らしてくれとか言って、俺を有名と認識したと思って、初めてだったんですよ。そのアメリカずっと回ってて、いつか俺も有名になるから自慢させてくれって言われた、俺掘ることを自慢にしたいって初めて思ってくれた、ただの名無しの彫り師だったんだけど、バスの普通の3列みたいなとこで横になって掘ってもらったのがこのマックファーデンで、
俺のアメリカと日本サイドのアメリカサイドをもうちょっとレペゼンしようっていういいきっかけだった。今現時点ではこの手の甲かな、仙台でライブがあって、でロットングラフィティってバンドがいて、それが出場できなくなって、10フィートっていうバンドがあって、その10フィートのタクマがソロバンドで来て、でたまたまでそのロットングラフィティの出場できなかったバンドの片割れのボーカルも来て、でセッションをしたんですけど、その時にこのティックってバンドがいて、レインって曲があって、それを3人で歌ったんだけど、でもちょうど20年前にこのボーカルが死んじゃったんですよ。で20年経ってここにレイボって入ってるんだけど、タクマのソロバンドのピアノがこのティックのピアノだったの、たまたま。でそういうのもあって、その久しぶりに20年ぶりに本当にレイボの話を振り返るいいきっかけになったし、自分が手の甲に入れてることがみんなにとっての誇りであったっていう話とかもしてくれたりとか。手の甲と首っていうのはキングオブタトゥーって言って、こう普通の仕事ができなくなるタトゥーとして、有名で、逃げ道を作らないっていうか、もう自分が決めた道一本でも絶対に何があっても俺はこれでやっていくっていう決意がないと入れちゃいけないタトゥーなんだけど、真っ先にここに入れたのはもう本当にすげえボーカルで、こう人と握手する時に毎回レイゴのことを忘れないようにこう入れたタトゥーなんだけど、で20年前に入れた理由も思い出させてもらったのが本当先週のライブで、今の俺の一番の思い入れのタトゥーっていうのはもうこれになるかな。後悔はないっすね。後悔なんか想像してたデザインと違ったのこれってとか。そんなのいっぱいある。だってもう出会いで入れてるし、その前から絶対にこれを入れてもらおうと思ってタトゥーパーラー行ってこれお願いしますっていうんじゃなく、出会って何入れます、じゃあ何にしようかから始まるから、基本自分の予想外なものだらけ。 Even cartoon こんなになると思ってなかったし、自分が絶対にこれって入れたのはこのトライバルの鳥ぐらいかもしんない。自分の予想通りになったタトゥーは。他はもう全部ほんとその場で、この三日月も最初こんなにでかくなるはずじゃなかったし、ボイスもたまたまその時髪刈り上げてたから上目に入れたけど、伸びてくると上見えなくなるんだとか、予定調和が嫌いというか、それに乗っかるのが苦手なんですよ。箱に入れられるのがすごく窮屈というか、結果いいも悪いも自分で選んだもんだからいいとして捉えるのが自分のスタイルですかね。だから俺のもう40になってからの目標はもう見かけ、もう本当に背伸びしねえっていう、背伸びしがちなんで、やっぱこうタトゥー入れてんのも髪の毛とかもモヒカンにしたり、なんかこうやって派手な格好すんのも超背伸びしないと気づかれなかったから、当時どんだけ頑張ってても、もうみんなもう俺がっていうやつの中で、俺の方がっていう、ここにも俺いるぜっていうのを手挙げてる状態がもうこの半分ぐらいそれでタトゥー入れ続けてきてるっていうのもあるし、子供が寄ってくるですね。海賊と勘違いされてる剣持ってんのとか言われる。今は持ってねえよって答えて、じゃあ盾はとか聞かれるんだけど、盾なんか使わねえんだよとかいう話とか、気がついたら会話になってて、学校の授業参観とか行ってもなんか寄ってくるし、プール、子供と遊びに行く場所が減る。初めての体験をプールでできないのが、ほんとごめんタトゥー入れててケントって思う。一生消えないから、音楽も作ってリリースするともう俺が死んでも残るし、そっちなんて。だからもうほんと生き様そのものだし、後悔しないもの、後悔する曲は一曲もないし、俺も首に No regret no shame ってタトゥー入れてるから、後悔も恥も感じてはいけない。それが音楽とタトゥーの共通点かな。純松井っていうものすごくスタイルがあって、よくさみんなもう真っ黒にする人がいいじゃん。その真っ黒の中に余白を使ったデザインを作る人なんだけど、でも純さんに頼むんならスペース分けとかなきゃいけないと。その本当にでかいから、俺後ろにその天バカ、自分のその天才バカレコードのが縁だけ入って開いてるんですよ。中も外も。俺背中はもう鳥と天バカ以外は入ってない、開いてるんですけど、
天バカがこの天っていう漢字が逆になってるのが天バカっつって、天才バカレコードって言って、うちのそのレコード会社自分で設立したインディーズのレーベルなんですけど、逆転勝ちするっていう意味で作ったんですけど、その天バカの中と外を使って潤さんにガーン埋めてもらいたいんですよね。もうブラジルでしかやってないからブラジルに行かなきゃいけない。それは本当映像に残せるんなら俺も残したいと思うぐらいすごいアーティストだと思う。入れてくれたらもう本当にまたレベルアップしちゃう。だからちょっと GQ と一緒に行こうかなとお願いします俺のタトゥーいかがでしたでしょうか。タトゥー入れてる人たちが絶対こうだっていうのも絶対をつけてほしくないなっていうのはあるし、タトゥーに対してじゃなくもっと例えば同性愛者の人たちとかマイノリティって言われてる人たちがマジョリティの中に住めるような国に日本がなってほしい。そしたらタトゥーも理解される一部になると思うし、それをすごく信じてるから今日のインタビューもものすごく気合が入ったし、普段だったら隠さなきゃいけないのにタンクトップでお願いしますっていうお願いはもう俺からしてみたらめちゃくちゃ嬉しいし、理解者だって思うし、だからこの GQ の泥を塗らないように俺も今日お疲れ様でしたってドア出てく瞬間から俺はちゃんと胸張って生きるし、どんなジャンルにもダメなやつはいるからけど、だからって言って全てがダメとは思わないでほしいかな。タトゥートゥーライズ・ザ・ボーンズジェシーでした。また会いましょう。